こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、手すりや介助者の手を離してくれない時の対策ってことで、これもたくさんコメントいただいてた内容なんですけれども、移動する時とか起き上がる時もそうですね、手すりとかをぐーっと持ってしまってなかなか離せずに、危ない経験をしたりとか、あとは異常がうまくできないとか、そもそも異常ができなかったりとかするケースがありますので、その時の対策を、参考になればなと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を、紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、実際にね、実技でやっていきたいなと思います。仕事が好きなのに職場の人間関係が良くなくて辛い。僕は技術が学べない環境でスキルアップができません。今の職場に悩んでいる方は介護ワーカーさんで職場を変えてみませんか？介護ワーカーさんならあなたのお悩みに答えてくれたり、待遇のいい求人を紹介してくれます。職場に悩んでいる方は概要欄をチェックしてみてください。はい、じゃあまずは、吉田さんが手すりですね。これ寝てる場合もそうです。ギャッチアップ寝てる状態で起こしてくるときに手を柵で握ったままだと、ベッドと柵で挟んでしまう医療事故が起きてしまいますので、そういった時はね、離してくださいってことになるんですけど、そういった時にも使います。で、異常の時ですね、異常の時もここを持たれている場合のまずは外し方を紹介したいなと思うんですけど、基本的にやっぱり指の骨っていうのは細くて、小さい骨、骨折すごくしやすい骨なのでめちゃくちゃ気使ってほしいんですけど、なので基本的には無理やりは絶対にしないようにしてください。はい。で、一つ覚えてほしいのは手の、筋肉、腱の走行で手っていうのは握りやすい位置と握りにくい位置、開きやすい位置と開きにくい位置っていうのがありまして、それをテノデーシスって言うんですけど、簡単な話、手をこっちに倒す、こっち手のひら側に倒すと手って握れなくなります。はい。で、後ろですね、手の甲側に曲げると手っていうのは握りやすくなります。指握りやすくなります。ただ逆もしかりで、手を手のひら側に曲げていると手は、広げやすいんですけど、反対に手の甲側やったら広げにくくなります。はい。グーしてる状態でこうすると広げにくいですね。はい。そういう手のね、ちょっとした特徴があるんですけれども、それをちょっと利用したりします。ちょっと手だけアップで一回取ります。じゃあまず今手見えてると思うんですけど、まずはこの親指、今こうなってます。これをこのままやったら絶対に手って広がらないので、基本的には筋緊張と一緒で肩麻痺の方とかもそうですけど、無理にやるとかえって緊張強くなってしまうので、まずはねリラックスしてもらうってことはすごい大事です。かといってね、なかなか力抜けないんですけど、時間の許す限りっていう感じにはなってくるんですけど、リラックスしてもらいながらこのね親指をまず剥がしたいんですけど、無理やり剥がしても剥がれないです絶対。なのでゆっくりですね。はい、ゆっくりそーっと力抜きながらで、指の僕の感覚ですけど、指の先にこう力入れるよりかはできるだけ手の近くですね、ここでぐーっと離すっていうよりかは手の近くに力入れてあげる方が人の指って離れやすくなります。どうですか今思いっきり握ってます？はい、思いっきりちょっと程よく思いっきり握っといてくださいね。はい、こうね手の隙間がある程度あると思うので、そういったところに入れていきます。はい、そしたら離れます。ただ今ねあえて無理やりやってますけど、無理しないでくださいね。で、ある程度これ親指が例えばちょっと力入れてここまで来るまでギューってやる必要全くないので、ある程度握ってるところに僕の指が入るぐらいまでいけば、あと他の指もちょっとずつ離せれます。こうもうちょっと力入れといてもらっていいんで、こう他の指も離していけます。そしたら僕の手が入りますよね。で、握ってる指5本のうち何本か取れてきたら、もうあとあんま力入らなくなってくるので、あとは簡単に離せたりもできます。はい、この時に、さっき言ったテノデーシスの、手の機構を利用すると、この手首がこうなってる方が指は握りにくくなるので、なかなかこんなうまくはいかないですけど、時間もしかけれるんやったらしにくいですね。こういう感じでこうなってると剥がれにくいです。はい、じゃなくて肘が下りてこういう形になってるとまだ力入りにくいので、すごくスッと取りやすくなってきます。はい、なので
うまくね力全体抜いていただきながらリラックスしてもらいながら、できるだけ肘をね下ろしながら親指剥がして他の指剥がしてスッと取ってあげるってことですね。はい、そういうのができると、そこまで負担なく剥がすことができます。離していただくことができます。はい、じゃあ今のを使って、剥がしたのはいいんですけど、このままじゃあ剥がれたから言うて例えば車椅子の用意を今からしてたりするとまたね同じようにどっか持ってしまうことがあるんですね。なのでそうしたらまたゼロからスタートになってしまうので、そういう時はまず車椅子を用意しておいて、で移乗するって形ができてからやるようにしてください。で今ここ持ってますけど、移乗の際にちょっと話しますね。今ここ持ってます。ここ持ってると移乗の時ってすごくやりにくいんで、剥がしてあげたら今度こっち持ってあげてください。持たしてあげてください。別にここ持ってたら仮にこのまま車椅子があるとして移乗したとしても別に持っててダメな位置ではないので邪魔にならない、むしろ安全になってくる位置です。はい、なのでここを持ってもらうようにしてください。ただやっぱりギュッとね力入れて引き込んだりするとこっちに移乗したいのにねこう引っ張ってしまうのでなかなか移乗できなかったりもします。なのでそういう時の対策としては、ちょっとカメラ離しますね。人それぞれやり方はあると思うんですけど、外して、ここ持ってもらうか、もしくはもう剥がしてしまった間にですね自分の手を持ってもらうとか、自分の腕持ってもらうとか、どこでもいいです。業者さんが持ってしまいやすい、持ってくれるところを持っていただいて、あとはもう移乗していただくっていうのが一つと、それでもまだここを持とうとするのであれば、さっきのやり方で手を剥がしていただいて、この後に本当に時と場合によるとは思うんですけど、次ねまたここ持てないようにします。手握ってもらったりもそうですけど、またどうしてもここ持ってしまいたいってなった時にちょっと体を入れてあげて、いつもと違う解除をしてあげる。例えばこう入ってしまったら次握ろうとしても握れないですよね。はい、なのでちょっと体で邪魔してあげる、いつも言うね解除の方法とはちょっと違ってきたりしますけど、もうそういう風に工夫が必要になってきます。なので、まずはギュッと握っている手を無理やり剥がさないってことと、剥がした後持っててもいい場所であれば持っといてもらう。ただ引き込んでしまうと異常に邪魔になってしまう時は自分の手を持ってもらう。それでもどうしてもまたこっち持ってしまうような時は邪魔して持たないようにして移乗するといった工夫が必要になってくるのかなと思います。はい、でもう一つはですね、利用者さんが例えばこうお話ししてる上で手握ってきましたと全然離してくれないってなった時に、次ね、用事があって行きたいとか、これ車椅子座ってる場合もそうだと思うんですけど、話してくれない、話してくれない、話し暮らせても話してくれない、こういったケースもあると思うんですけど、こういう時はもう本当にさっきと一緒です。無理やり剥がそうとしてもかえってね緊張してしまうので外れてくれないので、あえて近づいて力入らないような位置に持っていく。さっきのテノーデーシスもそうですけど、ギュッともし力入ってるんやったらこう引っ張るとね力入っちゃうんで、近づいてあげて僕が力を抜いてあげる。まずそうすると抵抗っていうのはちょっとマシになります。でさっきの手首の位置とかを利用して離してあげる。はい、ちょっとギュッと握っといてください。はい、ちょっと近づいてあげて親指の付け根ぐらいからで手首のね位置をこう小屈、手のひら側に曲げるようにしながら開いてあげると力入りにくいですよね。はい、そうしてあげると広がります。でこの後別のところを持っといてもらうとか、もしくはそれでも追いかけてくるんやったら本当にね、危なくないようにどっか別のとこ持ってもらったり、もしくはそのままさっと離れたり、ご家族様がおるんであればご家族様の手を掴んでもらったりとか、いろいろ工夫しながら離れていっていただくっていうのが大事なことかなと思います。はい、ということで、ちょっとした工夫にはなりますけど、手を掴んで離してくれない時ですね、手すりだったり介助者であったり、そういった時のやり方を説明させていただきました。はい、ということで山田君ワンポイントアドバイスをお願いします。はい、利用者さん持ってるケースって多いんですけども、なんで持ってるかって言って不安な方がすごく多いので、ここを離すっていうのも一つなんですけども、こちらが安心して移乗する介護技術を身につけたり、そういうタッチの仕方であったり、距離感であったり、いつも言ってることですね、をちょっと大事にしてもらうと、利用者さんもグッて持つのが少しほぐれてきたりもするので、そういうところも気につけていただいたらいいかなと思います。はい、認知症の方でね多いんかなと思うんですけど、
そういった方でもね結構信頼関係ができたり、あの人やったら安心してくれるとか、そういうこともねしてくださる方多いので、そういったことに関してもやっぱり技術の向上っていうのはすごい大事なことなのかなと思いますので、ぜひ動画をねいろいろ見て技術向上していただけたらなと思います、ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を紹介していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。